今回も前回に引き続き目摘みです。ただ今回は梅の目摘みになります。梅ってですね、本来は目摘みっていうよりかは葉刈りですねをやる木なんですが、最近はというか去年から僕はちょっと違う方法を試してまして、その辺も含めてねお話ししていこうと思いますので、じゃあ早速ねやりながら話していきます。ではですね、従来からあるまず目摘み、梅の目摘みと葉刈りを説明します。どこがいいかな、ここ分かりやすいかな。この部分の枝を使ってですね、梅の目摘みと葉刈りの説明をしたいと思います。ここかな。よくある本に載ってるそのやり方としては、この葉がですね、下から1、2、3、4、5まで出たらここを摘み取ってですね、こんな感じで、手で摘んでもいいですし、ハサミで切っても OK です。でその後に、だいたい本に書いてあるのは6月とか7月かな、夏になる前だと思うんですけど、下の方の2枚とかを葉を切ります。でそうすると何が起きるかっていうと、葉を切ったところが翌年葉芽になります。花が咲くんじゃなくて、枝になるとこですね。芽が出て枝になる部分がここにできて、で先端の方に花がつくと、そういう作りになってるんですけど、これがね、なかなか僕のその思った通りにならなくて、結局ここ切ってもここも花咲いたりとか、なんだったら全部花になってですね、ここからここまで。で先端に一応葉芽が1個だけついてて、ここの長さの分だけ間延びするっていうことが結構起きてまして、でそうじゃないパターンは今度枝丸ごと花芽になっちゃって、この枝丸ごと枝枯れするっていうこともあるわけですよ。でそうなってってどうなったかっていうと、いっぱいあった梅の枝がですね、減りに減ってこういうことになるわけですね。今年ここにしかないと、そういうことになっていくわけです。この木もね、元はこんな風にいっぱいあったんですけど、なんかそれをやってたらいつの間にか花芽ばっかりの枝になっちゃって、で枝が減る一方と、そういうことが起きたので、ちょっと去年からですね、僕は梅の目摘みと葉刈りをやり方変えまして、葉刈りは全くやらなくなりました。で目摘みだけで対応してて、その目摘みの方法は前回目摘み雑木の目摘みでお話ししたようなやり方と一緒で、元から葉が2つ出た時点で切っちゃうと。これちょっとね葉が小さいから見づらいんですけど、ここ結構伸びてますよね、これね。で下からちょっと葉小さいんですけど、2つ残してこうパツッと切ります。他のとこも同じように2つ残して切ります。でさっきのとこも下から2つ残して、結構下まであるな。じゃあここでいいか。こうやって切ります。もうこれをやるだけです。でこうしたことによってどうなったかっていうとですね、これはね関東野梅なんですけど、これはもともと芽吹きがいい木で、従来の方法でやっても、今回紹介した方法でやっても結局枝はこうバンバン出たんですが、花を見るための木で、こっちの元の方ですね、冬至梅だった方とか、あとこっちの高冬至ですねはもうその方法では枝が減る一方だったんですが、去年からその新しい目摘みの方法をした、結果ですね、すごいいっぱい枝ができそうな雰囲気になってきました。結構芽が動いてますよね、あっちこっちでね。これでもねいっぱいあったんで減らしたんですよ。それぐらい出ます。だからね、すごい、これはいけるんだなっていうのをね、去年初めて試したんですけど実感しましたね。これも結構伸びてきてるんで、この時点で目摘みしちゃいましょうかね。あとのとこやりづらいから、今度でいいか。ここだけやっとこう。はい。こんな感じでやるだけと。そうすることによって、じゃあ枝が増えるっていうのは分かりましたと。じゃあ今度花はどうなるんだということなんですけど、花はですね、やっぱり減ります。格段に減ります。今までこう長い枝をね、ちょっと小さい梅で申し訳ないんですけど、こういうヒューッと長い枝ができてた、その全体に花が咲いてたものが全部短くしてあるので、もちろん花の量は少なくなりますし、なんだったら花が咲かない枝もできます。なので、全体として、本当にいっぱい咲いてた頃から比べると、そうだな、3割ぐらいしか咲かないイメージです。
で3割って聞くとちょっと少ないなって思うと思うんですよ。ただ梅もね庭木だったらでかさでこうワッと咲いていいと思うんですけど、盆栽ぐらいの大きさになった時はですね、実はちょっとだけ咲いてる方がこう風情があってかっこいいっていうことがあるので、それぐらいの方がね意外といいですね。僕はそっちの方が好みです。あと、たくさん花が咲かないので木のね体力をあまり奪われずに済みます。なので翌年こうやって芽を吹くための元気も残ってるでしょうし、なんだったらたくさん咲いてる梅の花ってベテランの愛好家さんとかはもう早めに摘んじゃう、咲いてる間から取っちゃうし、これから咲くようなつぼみを取っちゃって翌年というか春に芽が吹くために準備をさせるっていう方法で取ってる方もいらっしゃるぐらいなので、もう全然それでも OK だと思います。僕もですね、去年やった時に本当にそれで大丈夫なんだろうかとこうちょっと悩んでたんですけど、やっぱりね血管が結構出てるのでこれはねいい方法だなと思います。もちろん普通にやっててですね、枝なんか普通にいっぱい出るからいいよっていう方はこんな方法を取らなくていいんですけど、僕と同じようにこれぐらいのね商品の木がだんだん枝が減ってきて困ってるっていう方は、一度従来の方法をちょっと一回捨ててもらって、でこの方法を今年1年だけでいいんで試してもらいたいなと思います。よっぽど芽吹きの悪い樹勢の乗らない木はちょっとどうかわかんないんですけど、普通の野梅症のものとかだったらこれでいけると思うので、一度ね試してみていただければと思います。はい、というわけでそうで結局葉刈りはやりません。なのでそのままです。でそうだ、ついでにちょっと喋っていいですかおまけなんですけど、ちょっとついでに喋っていいですかね。梅って11月末から1月の花が咲くまでしか売られてなくて、花を見るためだけの、木だとされてるんですが、僕はね結構その芽出しこう芽が出るところも綺麗だと思いますし、夏のねその新緑の状態も、新緑っていうのかな、緑がいっぱいの状態も結構かっこいいと思うんですよ。ただ従来法のやり方をすると枝は長い、外側に葉はついてる、中側は葉を透かすっていう方法になってるので、でかいんだけど中スカスカっていう見栄えの悪い梅になってたと思うんです。ただこの二目残しでやることによって短い枝でさらに葉もそこそこね少なめになってるので、夏もね結構こうかっこよく見えると思いますんで、是非ですねこの方法を流行らせてですね、梅を冬だけ売るっていうのから脱却して年中売ってくれないかなっていうふうに思ってます。はい、ヨタ話ですそんなことを言いつつですね、この剪定方法ですね、今年は去年からちょっと僕やってみて効果が実証できましたんで、実証というか実感できたので、梅のね枝がただ少なくなるっていう現象にすごく困ってる方は試してみていただければと思います。今回もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ではまた。